多くのウマ娘たちの夢トゥインクルシリーズ、その頂点名を残すのは誰か、果たして。その舞台は遠い憧れの場所だった。すごいすごい、あのウマ娘さん速い、ビュンビューンって風みたい。やっぱりトゥインクルシリーズともなると迫力が違うな。っておいカメラ、もっと前の方映してくれよ。娯楽の少ない田舎町で見るテレビの中は鮮やかで華やいでいて、誰もがそれを別世界だと言った。でも違うだろ。あの場所は空でつながってる。ただ今は遠いだけだ。だから私は。私の夢ですか？そりゃレースに勝つことですよ。ウマ娘ならみんなそうだと思います。そうですよね。トレーナーさんもそういう夢見ちゃいますよね。大きくても見るだけなら自由だし、頑張りましょうお互い。じゃあ今のはいまいちだったな。ラストは足の踏み込みが甘かったか。よし、まだまだ行くぞ。私はこんなもんじゃねえってとこ。なんて走りだ。すまない、少し話をさせてもらえないか。かっこいい。これぞ本物の走りって感じ。私も話を。ごめんね、まだ走り足りないんだ。悪いんだけどまた今度。じゃあね。さっきから感じてた強い視線って。しゃ君だったんだ、桂木エース。ーよーし、 CB 退屈そうだな。付き合ってやろうか。もしかして並走のお誘い？最後に軽く流して散歩にでも出かけようかと思っていたんだけど。乗るだろ。いいよ、遊ぼうか。おお、なんて勢いだ。相手をみるみる引き離していくぞ。すごい。 CB さん風を切るみたいに走って、桂木エースさんが追いつけない。素晴らしい走りだミスター CB。 どうか指導させてくれ。私ならば君に勝利へのレールを引いてやれるはずだ。気持ちだけ受け取っておくよ。悪いね、もう行かないと。CB さん。やっぱ負けたか。ちくしょう。
すがにあの位置から逃げに行くのは CB 相手じゃ。みんなして背中向けやがって。舐められてるんだよな。いや、視界にすらいねえのか。だろうな、当然だ。やってやる、絶対に。見てろよ、そこで笑っていられるのも今だけだ。いつかあんたたちに私の背中を追わせてやるよ。いつかあんたたちに私の背中を追わせてやるよ。くそ、こんなんじゃゴールまで持たないか。でも足りない。私はもっと逃げて逃げて逃げまくって、どこまでもあいつらを引き離してやるんだ。誰であろうと何であろうと届かないくらい大きく。お、なんだあんた。お、そのバッジトレセン学園のトレーナーさん？おーい、何ジロジロ見てんだ？見とれてんのか？冗談だ。で、私に何か用か？随分と深刻な顔してんのな。なんか悩んでんのか？まあとりあえず顔を上げろって。ほら聞いてやるからさ、目見て話せってな。どうしてって、当然だろ。私は勝つためにここに来たんだ。じゃなきゃあんな遠い田舎町からわざわざ一人で上京なんてしないって。してるぞ、思いっきり。しないわけないだろ、普通に腹立ってるっての。あいつら私のこと眼中にも入れてないんだからな。でもさ、そんな連中の評価に踊らされて自分の夢を折るなんてバカらしいだろ。そのくらいの覚悟はあってここにいるわけだし、あんたもトレセン学園のトレーナーなら立場は違ってもそのくらいの気概は持ってるよな。にしてもあんた昨日のレース見てたんだな。 CB の走りすごかったろ。あいつの走りは自由でどんな型にもはまらない、誰にも捕まえられねえって走りをするんだ。注目されるのも納得だよな。だからこそいつかあいつが私の後ろでゴールする時が来るのかと思うとさ、ワクワクが止まんないんだよな。ちょっと違うかな。私の夢はその先にある。憧れを超えるのはその過程だよ。ああ、今はまだ遠い道ってやつだけどな。走り続けていればいつかは追いつく、追い越せる、絶対に覆すんだ、いずれ何もかも。と悪い、
そろそろトレーニング再開だ。まだ話したいことがあるんなら次の機会にしてくれよ。気にすんな。と、名前はもう知ってるみたいだけど、一応自己紹介しとくか。私は桂木エース。常識も壁も越えて最強のエースになる馬娘だ。忘れられねえ言葉がある。思い返す必要もなくずっと私の胸に残っている言葉。田舎者が勝てるかよ。ほら見たことか。そうだよ、私たちが勝てるわけないよ。田舎にやってきた出張レース教室、そこでの初めてのレース、そこで投げつけられた侮辱と諦めの沈んだ空気、あの時のグツグツと煮えたぎるような怒りがずっと消えることなく続いてる。だから私が見せつけてやるんだ。私を見下していた奴らにも、届かねえって諦めた連中にも、田舎出身の馬娘である私がエースになって絶対みんなに思い知らせてやる。強さに生まれた場所は関係ねえってことをな。だからさ、悪いとは言わないけど夢見すぎなんだよ。子供の夢じゃないんだから。新人がそんなにでかい夢を語ったって信頼は得られないよ。最初はさ、君のために頑張るよくらいでいいんだ。相手もその方が分かりやすいし、プレッシャーもないだろう。あのトレーナーさんは昨日の担当する馬娘を頂点に導く。取材された時の答えなら満点だと思うけどね。君のために言ってるんだよ。大きな夢は君自身の負担でもあるんだからさ。もっと現実的な夢にしなって。身の程知らずとか言われるよりいいだろう。でかい夢はもっと経験を積んでから。でもそれがあんたの夢なんだろなあ、トレーナーさん。今の話を聞いて、これは大人同士の話というか失礼するよ。ってあんま強く握んなよ。傷ができるぞ。悪い、盗み聞きしたわけじゃなくてたまたま聞こえてさ。聞かれたくなかっただろうけど、まあ聞いちゃったもんは仕方ねえってことで許してくれよ。そっか、ジョーは行くか。いいからいいから。私の夢は馬娘界のエースになることだ。あそこにいる全員を倒してな。無謀だと思うか？大それた夢で届くはずがねえって。あんたはそう思うか？だよな。それがトレーナーさんの仕事だ。で、あんたの夢でもあるんだろ？だったら臆することなんてなんもねえって。目指せよ、あんたの夢。長い道の途中に壁があるのは当たり前なんだしさ。壊せば道は続く。いつかたどり着ける。あんたが本気ならな。
早く誰よりも前へ行くんだ。トレーナーさん、あや、どうしたんだ？おお、どうしたんだよいきなり。そのスカウトってマジか？私の夢は遠すぎるものだって言われてきた。届かない別世界の話だって。認められなかった。認めてやるもんかって思ってた。もちろん今も私は別世界を全力で否定してる。だけどそれでもトレセン学園に来ても私への評価は変わらず届かないままだ。それが鎖みたいに足に絡みついてくることもあって、私はそれを振り払って走ってきた。捕まらないように本気で全力で呼吸ができなくなるまで、苦しくても足を止めずに全てをひっくり返してやるには全てをぶつけていかなくちゃならない。あんたは私と同じ覚悟が持てるのか？だったらお試しと行くのはどうだ？次の模擬レースまであんたが私を指導してくれよ。そこでお互いの夢をかけるにふさわしいか決めるってことでさ。トレーナーさん緊張してるな笑っちゃ悪いけどちょっと震えてる模擬レースで緊張してたらこれからなんて心臓が持たないってのと始まるな。じゃあ行ってくる。しっかり見とけよトレーナーさん。いよいよ模擬レーススタートです。桂木エース、これは作戦なんでしょうか？大逃げ、凄まじい大逃げです。この勢い果たして最後まで持つのか？持つかだって当然だろトレーナーさん見てるか？あんたの指導悪くなかったよ。私の後ろ誰もいないだろ。これが私の走りだ。誰にも追いつかせたりはしない。常識も壁も全部壊して私は多くの憧れの前に立つ。エースは私だ。任せとけ。1着は桂木エースです。後続を大きく引き離し、今1着でゴール。トレーナーさんどうよどうだったよ。あんたの指導で走った結果はしてやったりだったらじゃあこれは私たちの力ってことだな。ってことは私たちの力が合わせればどんな夢でも叶えられる。そうだろ？ああ間違いねえよなあトレーナーさん。私は必ずウマ娘界のエースになる。あんたの夢は？よっしゃー改めてよろしくな。私たちの夢が身の程知らずなものじゃないってこと
みんなに思い知らせてやろうぜ。失礼します。トレーナーさん生きてっか？差し入れ持ってきたぜ。またげっそりしちまって。どうせ飯もまだなんだろう。やっぱ来て正解だったな。ほらこれ食えよ。洗って冷やしといたからさ。今すぐ食えるぞ。だろう？なんてったって農家の娘、この桂木エース様のお手製野菜だからな。学園から借りてる畑で採った産地直送トマトだぜ。気になるなら息抜きに後で見に行くか？私家の畑仕事を小さい頃から手伝っててさ、朝畑いじりしねえとなんかすっきりしないんだよな。てなわけで理事長に相談して作ってもらったんだ。都会に行ってまでって家族には笑われたけどよ。昨日も懐かしい写真ってみんなで畑仕事してた頃の写真が送られてきたぜ。朝はまだ薄暗いからみんな並んで畑に向かうんだ。でそん時に一人があくびすると全員に映ってさ、出たなあくび泥棒とか言って鬼ごっこになったよ。最後は絶対母ちゃんが父ちゃん担ぐんだよ。懐かしいな。あれみんなやってんのかな。今だったら私も父ちゃんのこと担げそうじゃね？畑仕事か？どうしたんだよ急に。そっかそっか。よっしゃ、じゃあちょっと収穫すんの手伝ってくれるか？ついでにいろいろ持って帰ってくれよ。いっぱいあるしよ。今ハサミ持ってくる。トレーナーさん大丈夫か？ヘビでも出たか？アゲハチョウの幼虫か。確かに間近でこれはビビるよな。よしよし、このお姉さんがびっくりしちまうからさ、悪いけど別のとこ行ってくれな。逃がしてきたからもう大丈夫だぜ。尻餅ついたみたいだけど腰とか打ってねえか？虫は慣れてないと怖えよな。よし、やっぱ収穫は私がやるわ。慣れてないことやらすのも申し訳ねえしよ。サクッと取ってくるからちょっと待ってろ。トマトとキュウリとついでにトウモロコシな。虫のチェックもしたし安心して食えると思うぜ。いいって野菜もらってくれんの助かるし。じゃあそろそろトレーニング行くか。あれ、もしかしてトレーナーさんか？おいおい、すげえ重そうな袋持ってんな。全部本か？休みの日まで勉強すんのか？はあ、トレーナーってマジで大変なんだな。よし決めた。今日は息抜きしようぜトレーナーさん。この間もヘロヘロになってたし、たまにはいいだろう。ほら連れてってやるよ、私の秘密基地。おい到着っと。どうよトレーナーさん、いい感じにボロっちくて味があるだろう。気づいたら寄ってるって感じか？空気が地元と似ててなんか落ち着くんだよな。
らけっぱれけっぱれ。あっはっは、なんまだ早いな。なんだエース、怖くなったらこっちおいで。ババがお茶やっから。じいちゃんたち元気にしてっかな。今年もデカ大根育ててるといいんだけどうち地区対抗で運動会があってさ、リレーで使うバトンが大根なんだよそりゃそういう顔になるよなちなみにその大根はみんなで最後に食うんだぜ。そんで悪い、トレーナーさんの息抜きだったのについ話しすぎちまった。退屈だったよなならよかった。腹も減ってきたしそろそろ帰るか。初めての家庭菜園ってこれ、勉強したいって言ってたのトレーニングのことじゃなくて畑についてだったのか。この間のことなら別に気にしなくていいのに、ただでさえ忙しいのによ。トレーナーさん、分かった。その心意気しかと受け取ったぜ。やろう畑仕事。朝めちゃくちゃ早いけどねえあげんなよ。そうだ、どうせなら一緒に勉強しようぜ。わからないことは私が教えてやるからさ。これだとちょっと残しすぎだな。間引くときは割とがっつり積んじゃっていいぜ。よし、こっちはこんなもんかな。トレーナーさん、そっちはどんな感じだ。新しい畝は準備できたし、あとは肥料と。おお、すげえ、この列全部やったのか。バランスも完璧だしトレーナーさん飲み込み早いな。けどここ土ついてんぞ。よし、取れたこういうとこはまだまだかな。さてと、じゃあ残りの作業もパパッとやっちまうか。トレーナーさん、そっちの方もよろしくな。でさ、葉っぱの中にまた青虫いたんだけど、トレーナーさん叫ばないで自分で逃がしてさ。あら、すごいじゃない。前はひっくり返ってたって言ってたのにね。けどよかったわ、すっかり元気そうで。前に電話した時あんた少し変だったから心配してたんよ。やっぱり畑仕事は誰かとやるべきね。母ちゃんも一人だと寂しいものそっか、確かにそうかもな。さてと、トレーナーさんが来る前に虫のチェックでもしてるかな。で、おはようトレーナーさん後ろすげえ寝癖母ちゃんの言う通りだ。こっちに来てから一人での作業なんて慣れたもんだと思ってたけど、まだ薄暗い朝に帰ってくる声があって、顔についた土を拭い合える相手がいる。たったそれだけのことだけど、それだけで私は。そしたらまたね。こっちが恋しくなったらいつでも帰っておいで。ありがとな母ちゃん。けど大丈夫、心配ねえよ。私にはトレーナーさんがいるからさ。この屋台の野菜みんなうまいよな。
味が濃くて形もいい。うまそうに食ってくれてありがとうよ。頑張って収穫した甲斐があったぜ。これおじさんが作ってるんすか？すげえ。おうよ、なかなかいい出来だろ。我ながら野菜作りには自信あんだよ。え？この鳥桶すげえいいな。おじさん、これって私たちにも作れます？おうよ。それにしてもまさか天下のトレセン学園生が趣味で畑をしてるなんてな。ここよりもう一回り小さいっすけどね。でも味には自信あるっす。な、トレーナーさん。へえ。けどうちもトマトにはちょっとこだわってんだ。見ていくか。嵐強くなってきたな。避難とかどうだって？そっか、ならよかった。でもこればっかりは待つしかねえ。こういう時に畑を見に行くのはご法度だからな。予報だと朝には上がるらしいからさ。そしたらすぐ見に行こう。約束もしたしな。おはようございます。昨日は大変でしたね。まあ、あんたたち来てくれたのか。見ての通りだ。みんなダメになっちまった。自然ってのはやっぱ恐ろしいな。人間にゃかなわんわ。そうっすね。けどくよくよしてても始まんねえ。よし、じゃあ何から片付けましょうか。は？正解。けど多分排水路にゴミ詰まってっから先にそれ取らねえと。ちょっと待ってくれ。あんたら本気か？こんな状態になった畑元に戻せるわけが。じゃあ諦めるっすか？そりゃ俺だって諦めたかねえよ。だけどなら臆することは何もないですよ。目指す道があんならあとは進むだけ。こんぐらいの災難ぶち破ってやりましょうよ。で来年またうまい野菜食わせてください。あんたたちくそったね。そんなこと言われちまったら燃えちまうじゃねえか。よーし、やってやる。ちょうど土壌から見直したかったんだ。この際全部壊してパワーアップしてやる。よかったな、なんとかなって。おじさん途中から完全に吹っ切れて楽しんでたし。トレーナーさんもずいぶんたくましくなっちまったな。最初は虫に尻餅ついてたのにさ。にしても楽しかったか。あの日もトレーナーさんがいたら楽しめたんだろうな。まだトレーナーさんに会うより前にさ、とんでもない豪雨の日があったんだ。今回みたいに朝になってから畑行ってみたら案の定あちこちぐちゃぐちゃでさ、初めてだったんだ。そんな状態になった畑を一人で見たの。いつもは家族と一緒だったからよ。あん時ほど向こうに帰りたくなった日はなかったな。みんながいたらやべえとか言い合えたのに、一緒にドロドロになりながら笑えたのにってさ。けど多分そんな日はもう来ねえと思う。なんてったって私にはトレーナーさんがいるもんな。力こぶあるか？普通に私の方があるような。すっげえ悔しそうな顔。
トレーナーさんのあくび映ったわ。もうちょっとだけのんびりするか。日当たりもいいしよ。エースとトレーナーさん互いに持たれて寝てない？青春ドラマみたい。マジじゃん、仲よ。写真撮って後で本人に見せるべ。